はい。極寒バナナ3番線。待機ありがとうございます。本日は、ちょっとゲームするか悩んだけど、思いのほかさ、晩ご飯に時間がかかってしまったので仕方なくこれは雑談した方が無難やなという結果になりました。時間が読めなかったからね。CZ3 番数。15分のフライング、まあまあやろ。私もあと2時間寝ないといけない。あと2時間？どういうこと？今から2時間？いつもより2時間寝るってこと？もう明日って実は祝日やったりする？なんか YouTube の動画見てたら明日は祝日だからどうのこうのみたいな言ってるのがあって、あれ嘘でしょと思ったんだけど。あと2時間で寝ないといけない。あ、そういうことね。OK。この配信そんな長くしないんで一緒に寝る。文化の日ね、休みの人羨ましいね。なんかさ、工場ってさ、なんていうん、土日祝休みと思っとったのにさ、祝日休みじゃないんやけど、どういうこと？マジでビビるんですけど。まあゴールデンウィークのお休みとか、年末年始とか、あとなんだあれやね、夏のお盆休みなだけまだマシやけどね。5時起きなので、スージーも明日は5時起きです。明日はね、いつもは6時。明日5時起きの土曜日は8時半だから、まあ7時ぐらいに起きてぐらい。シャロム3番数、あれ始まってた。そう、準備ができたからね、始めちゃった。仲間やね。もう嫌になっちゃうよね、5時起きとか。やだ。まあでも、言うて1時間。まあ、されど1時間。1時間ってでかいよね。1時間寝れるだけで全然違うもん。まあ、しょうがないよな。スージーさんでもどっちにしろ、まあ5時に起きることはないんやけど、なんていうん仮にお仕事を辞めて配信1本でやっていきますって言ったとしても、まあそういう場合は朝活するから、まあ、結果6時ぐらいには起きないけんくなるからあんま変わらんっていう。普段何時に寝る？普段は配信した日はちょっと遅くなっちゃって12時の場合もあるけど、理想は配信を10時に終わって10時30分に寝るが理想。でも大体11時までなっちゃったりして気づいたら12時になっちゃって寝不足みたいのがよくある。だって1日目だけど精神と肉体が辛い。あ、もう研修終わったってこと？いや、きついよね。1日目きついよ。慣れるまでずっときつい。さっさと慣れてしまわんとな。その慣れるのが大変なんやけど。休みだ、ボブボブ3番数。いいな。羨ましいな。交換しよう。明日交換しよう。スージーの代わりに仕事してくれていいよ。もう嫌になっちゃう。はい、休憩ありの9時間労働です。それはきついですな。9時間きつい。もう8時間でもぶっちゃけきつくない？ 1 日5時間ぐらいの労働でなんかいい感じにお金稼ぎたいよね。いや3時間でもいいけど。俺も明日休みいいなぁ。羨ましいなぁ。交換する。
いや、3番す。お仕事お疲れ様です。ありがとうございます。ローダーの操縦やってるけど未経験なので緊張しっぱなし。ローダーって何ですか？謎の物体出てきた。あ、でも未経験やったらそれは緊張するでしょうな。どういうやつの操縦かわからんけども。だってね、車でさえ慣れるまでずっと緊張してるからな。慣れてしまったらちょっと横着に片手運転とかしだすけどな。5時間労働から9時間労働に9時間に変わったから精神がね、そうね、もう全然まだ仕事終わらんのってなるよね。5時間から9時間じゃね、きちいわ。だってさ、8時間ってかさ、数字4時間働いて休憩して4時間働いてやけど、4時間経っただけでやっと4時間経ったわって思うもん。それが9時間ね、きついよね。オイルローダーなんですか？冬に雪かきしてる作業者。もう雪降ってんの？さすがにまだやろ。雪な、こっち雪全然降らんからな。静岡はね、雪降らんからなんかあれらしいよ。雪ちょっとでも降ったらテンション上がるらしいよ。言うてたよ。そうなんだ。福岡でも雪降るのに静岡って雪降らねえんだと思ってびっくりした。数字も9時間。そうね、滞在時間は9時間やね。でもなんか数字んとこはおかしくて、普段が7時55分仕事開始の、なぜか仕事終わりが5時なんよ。あれ5分長くねっていう。5分どうしたって思ってる、いつも。なぎさ3番す。せこくない？普通にせこいよね。それなのに時給はさ、結局時給ってかお給料8時間分しか出てなくねみたいな。今日は早めですね。早めですか。8時半始めるよって言った割には早く始まりましたね。本当は8時からしたかったんやけど、ちょっと晩ご飯と明日の朝ご飯の準備にちょっと手間取ってしまって、ちょっとね、明日の朝のお味噌汁を作るのに、お味噌汁の具何にしよっかなと思ったら時間かかった。お味噌汁の具何しよっかなって、大体何入れたらも美味しいやん。だから本当に迷った。いや、もうこれは豚汁にしてまおうと思って豚肉入れてなんかいろいろ入れちゃったけどね。なんかスージーさんとお話してると頑張れそう。本当ですか？それはいいことです。スージーさん。スージーさん、なんか最初は友達欲しくて配信しだして、で、その後はちょっとチヤホヤされたくて配信しだしたけど、なんかいろいろあって一人ぼっちになってそこからなんかなんていうの、自分が、配信してる中でなんか時々こう相談してくれる人が出てきて、自分が人の役に立てるんだと思って、なんか最近はそういうのをモチベーションにしてる。誰かが元気になれますようにっていう感じで配信してます。坂上がって原料積み重ねないといけないんだけど、ローダーの穴地面つけないといけなくて結構怖い。ちょっとね、その車の仕組みが分かってないからね、全然分かんねえ。雪かきの車の仕組みが分からんからね、もう言われてもポカーンよ。どういうことってなってる今。自分の時間減ると心が病むよね。そうね。
でも一人の時間が長すぎても寂しいし、難しいところがスージーさん友達作らないといけないなと思いますね。まあ作らんでもいいか、その分配信すればええ。そうかまあでもね、時々はなんか一緒にご飯行ってくれる人とか欲しいしな。月1ぐらいで誰かとご飯行きたいわ。最近行けてないけどね。開始予告時間よりも早めですねって言いたかったんですね。そうなんですよ。大急ぎで準備した。同じ勤務時間だから一緒に頑張ろうみたいな、そういう感じ。スージーが頑張ってるならまあ自分も頑張るかみたいなね。よしお3番線。そういえばね、スージーさんの職場に最近新しい人が4人入ってきたんやけど、そのうちの1人がね、外国人でね、メタル3番線。でもね、なんかあっという間に消えたあ、お腹鳴った。だからね、1週間、2週間ぐらい来てたけど、急にこんくなったっていうか、いつの間にかシフトから名前消えてたチニョン3番線。そうだね、やっぱね、そうね、同じような境遇の人がいたら自分も頑張るかってなるよね。消えた。そう、なんかね、すごい力持ちでね、数字的にはいい感じにこう助けてもらってたからね、今後期待してたんやけど、なんか何回嫌やったんでしょうね。やめちゃいましたね。早寝早起き、そう、早寝しないといけないけど、早寝はできるかはわからん。で、その後もう一人の人はね、まだ頑張って続けてるけどね、その後にさらに2人入ってきて、その2人がね、同じ名字で男と女やったんよ。あれと思ったらね、なんか他の人曰く夫婦らしくて、夫婦で転職してくることってあるんだなーってちょっとびっくりした。労働ビザ取得失踪、あとは言わずもがな。いや、わかんない。でもね、名前にね、1文字だけ漢字が入ってるんよ。でもね、日本語はまあ喋れるけど、なんか、まあ読み書きができませんみたいな。なんで名前に1文字だけ漢字入ってるんってすごい疑問。どういう経緯で日本に来てみたいな、ちょっとよくわかんないんだよね。あ、もういなくなっちゃった。まあ失踪ではないけどね、仕事辞めただけやけどね。夫婦で転職ってなかなかなくない？なんかさ、びっくりした。本当普通さ、なんか職場でさ、こう職場恋愛して結婚しました、だから夫婦同じ職場ですって言うならわかるけどさ、一緒に転職してくるってなかなかないよね。仲良しなんじゃない？そうだからスージーも、仲良し、相当仲良しなんやろうな、ちょっと見るの楽しみやなと思って昨日初めて会ったけど、なんか仲良しかどうかはちょっと見ても分かんなかった。なんか別に喋ってるとこ見たわけじゃないから。で、別々のとこで仕事してたからね。一日で辞めたいと私も思えるんだから消えてもおかしくない。そうね、合ってないなって思ったやろな。でもその夫婦のね人たちが昨日初めて出勤初日やったのにね、もう今日休んだ急に2人ともこんくて、と思ったら、なんか旦那さんが腱鞘炎かよくわからんけど手が痛いから休みますみたいな連絡が来たらしいよって言われて、奥さんはみたいなセットでさ、来る人来ない日あったら困るよね。一気に2人休まれるって結構な痛手よね。
そんなに仕事なじゃなかった。過酷な仕事環境なの。まあ肉体労働ですからね。で、しかもさ、工場系の仕事って普通さ、なんか2時間ぐらい働いたら、お休み、休憩時間が、まあ、5分なり10分なりあって、で、また仕事をして、お昼休み、仕事、休憩、仕事みたいな感じが普通やん。でもうちの工場はさ、もう4時間まとめてぶっ通しで仕事からの休み、でまた仕事ってちょっとなんか集中力すぐ切れるしみたいな集中力切れるし、なんかいろんなとこ痛いしで、結構ね、なんか効率悪いんじゃないかなって思ってる。スージーちゃん夫婦で転職憧れる。いや、スージーはね、ちょっとお仕事の場で旦那さんと一緒気まずい気がしますね。なんか職場恋愛の末に結婚したから同じ職場ですだったとしてもちょっと気まずいから、その場合はスージーが転職するわってなりたくなっちゃうかもね。昔引っ越しのバイトやったことあるけど辛すぎて3日くらいでやめたわ。そうなんか引っ越しのバイトはなんていうの、なんかね、引っ越しのバイトをバックレるみたいなのね、2ちゃんの記事っていうか、あれを YouTube の動画にしてるの見たことあるよ。なんか嫌やったっけ、確かペアになった人がなんかすごいめちゃめちゃなんていうんパワハラみたいな感じで辛くて、だからトラックを一旦休憩しますって言ってコンビニ止めた時にそのまま逃げたみたいなのを見たことある。そんな辛いんだと思って、そういう人ばっかりなんかなと思ってた。スージーの引っ越しの時もね、なんか若めのお兄さんとおじさんみたいな組み合わせで、その若めのお兄さんが社員さんかなみたいな、その話してる内容的に、でおじさんはバイトかなみたいな組み合わせで来たけど、その時は別に普通やったね。若めの人がこれゲーミング PC ですよねみたいな、ちょっとテンション上がっとったなぐらいの印象しかないLINE 移行大変かもね。大変よ。なんか仕事内容はそんな難しくないけどね。でもなんかスージーさんはその何パターンか仕事があるうちの一つにこんにゃくを機械にセットしてみたいなのがあるんよ。でそのセットしたやつがまた動いていって、またセットして動いてセットしてみたいな感じなんやけど、そのセットするこんにゃくのなんかがちょっと形が微妙いやつとかをなんか綺麗にカットしてでセットしてみたいので、そのなんかあまりにもダメなやつを一生懸命切ってセットしてみたいなしたらだんだんこう遅れたりするんやけど、なんかね、知らん間にそのセットし損なったやつが通過してってしまってみたいのがね、あるみたいで、スージーは全然ちゃんと全部セットできてるつもりでいるのに、なんかね、絶対その作業をしてたら1回のうちになんか3回とか4回とかセットミスがあって、でそれですごい怒られる空で回さないでって言ったでしょみたいな感じで怒られて、また言ってるわと思って。スージーもわざとじゃなくて自分はセットできてるつもりでいるから、なんでとしか思えなくて、なんか怒られたことに落ち込むでもなく、なんか何があったって言っていつもなんかびっくりしてる
かしいな、ちゃんとセットしたはずなのになんで言ってないのっていう感じ。サービス業みたいな休みの取り方、そうよね、サービス業はそんな感じよね。1回しか休憩ないみたいな。引っ越しも朝早いのどうなんですか？引っ越し業者はよくわかりませんね。でもそんな朝早かったら、まあでも荷物預かって持っていくのとかどうなんやろうね。よくわからんよね、仕組みが。スージーさん引っ越しの時はなんかこの日が都合がいいからこの日でいいですかみたいな言われて、そしたら安くしますよみたいな感じで、どんくらい午前中に取りに来て、でそれからでも貨物に乗せてみたいな感じにしたら安いからみたいので、トラックでブーンって行ったわけじゃないみたいだからね、よくわかんないね。スージーちゃん転職したら追っかけて夫も転職ってこと？全然違いますね。なんで夫がついてくるの？夫と一緒にいたくないからスージーが転職したのに夫ついてきたら困るやん。某引っ越し会社アリのにこき使われるらしい、アリだけに。スージーさんでもアリのマークのなんか引っ越し会社やった気がする。なんかね、すごかった。引っ越しの見積もりを取るのになんか何社かに一気に申し込めますみたいなサイトで申し込んだら、もう電話がガンガンかかってきて、何時からでいいですか何時からでいいですかみたいなのでバーってくるんやけど、それ一番最初に来た会社の人がなんかもうここで決めてもらったらこんだけ安くしますみたいのですごい取り合いやった。スージーとの契約をね取り合いしてた。でその後の人にすいませんもう決まっちゃったんでつって、その後の時間から来る予定だった人、その引っ越し業者の人に決まっちゃったんですいませんって言ったら、そうアリのマークの会社の人ですかとかって言われて、みたいな。いつもそういう手口でやられてるんだと思いながらおもろかった。すごいなんかバトってた。夫と転職は嫌なのねって。通じてるかな、大丈夫かな。同じ職場では働きたくないってことね、旦那さんとは。マジでおもろかった、引っ越し業者バトル。でもさ、その見積もり出すだけでもさ、スージーにメリットがある時あるやん。じゃあうちはもっと安くしますみたいのとかさ、見積もり出したらご飯お米プレゼントとかさあるやん。ご飯行ってくる、行ってらっしゃい、ライちゃん晩成。だからさ、全部の会社の見積もり聞きたかったのにさ、もうなんかここでなんか私が帰る前に契約決めてしまったらこの値段ですけど、一回持ち帰りますってなるとちょっと何円上がりますよみたいなので、なんかすごいせかされて、うわせこい手口やと思いながらまあええか別にと思って、そのやり方はありなのかね。ダジャレですか。それも一つの手口だよね。そうよね。それにまんまと乗っかってしまったのかもしれないね、スージーは。まあどうでもいいんやけど。もうなんかスージーは静岡まで引っ越すのに2桁万円覚悟してたから、1桁でいいのじゃあ決めるかってなっちゃったよね。そこは総見積もりやっぱ他のとこも出した方が良かったよね。そしたらお米もらえたしね。そういう問題か。そんなこともありの。あ
となんかあったかな。なんかを話そうと思ったことがあったけどね。っていうか引っ越しのことは急に思い出しただけやけどね。相見積もりって読むんですか。すいません。なんか話そうと思っていたことが思い出せない。そう、配信始める前っていうか、なんかスージーさん基本 YouTube つけっぱの民で、なんかね、そのご飯食べるときとかお皿洗うときとかずっと見てるんやけど、それでね、なんとアップルパイをフライパンで焼いてる人がおって、スージーでもアップルパイ作れると思って作ろうと思ったんやけど、ちょっとアップルパイってさ、なんか適切なこの種類のリンゴで作った方がいいとかあるんかな。なんかパイシートはまあ業数で買えばいいかとかいろいろ思ったんやけど、でもな、数字グラム測れるやつないしな、どうしよっかなとかいろいろ考え中今。お菓子でさ、グラムちゃんと測らないってさ、致命的やん。こんにゃくね、する相手がおったらいいけどね。そんな相手おらんからね。婚約する前に彼氏できたら、彼氏できました、みんなありがとうつって言うから、ちゃんと重大発表がありますつって。ファミマのスイーツの話、ファミマね、アフタヌーンティーのなんだっけ、監修の紅茶のロールケーキと、なんだっけ、フィナンシェかなとか、なんか何個かあったんよ。うわーって。もうさ、まず紅茶のお菓子って大体洋菓子やったらもう外れないやん。もう絶対美味しいやんと思ったらさ、しかもなんかね、アフタヌーンティー監修も絶対美味しいやん、食べたと思ったけどね。ちょっとね、そんな余裕はなかったね。お給料がもうさ、悲しいことに6万円ぐらい引かれてたからね、お休みした分。だからね、家賃払って固定費払ったらもうお金がないキッチンばかりはダイソーでも、ダイソーで買う。どうなんやろうね。ちゃんとしたの買わなくていい。ダイソーでも全然 OK。 重大発表顔張りしました。でもリアルタイムで見てた人多分そんながっつり見えてないと思うけどね。多分街中で会ってもわからんと思うけどな、あのぐらいの顔バレならって感じ。リンゴを適当に切って砂糖とバターでレンジでチンして食べればアップルパイのパイなしが食べられますねそういう感じなんすか。やっぱりパリパリがあってこそやろ。がね、ちょっとパイシート買っちゃいたいなと思ったけど、ちょっと無駄な出費はなるべく抑えないとね。その6万は大きいですからね。まあ宝くじが当たる予定なんでお金の心配しなくていいんですけど、でもやっぱりその宝くじにあまり頼るのも良くないかなって。宝くじは宝くじでその投資とかに回したりとか、まあ有意義に使わないといけないからね。まあできる限り生活費は仕事のお金で賄い、まあ時々贅沢するぐらいにしないとね。顔バレ、そう顔バレ、まあ顔が映っちゃったら一応顔バレっちゃ顔バレかなみたいな。停止しても解像度低くてわからない。そうでしょ。だから大丈夫だと思うんだけどね。だからモザイクもなしでも大丈夫な気はした。リアタイで見てないけど取り繕い方笑った。ほんま。
そんなおもろい取り繕い方してた。見てましたよ。危ないと思ったらやっぱり映った。でもぼやけてたけど、そうやろ。なんかピントが合ってなかったからあんまわからんやったやろ。あのカメラピント合わせるの難しいんやで。あのウェブカメラ。なんかね、三脚、もともとそのウェブカメラに三脚がちっちゃいのがついてきてたんやけど、その三脚にね、うまく固定できなくって、でプラスでなんかちょっと線が短くてパソコン本体からこう引っ張ってきた時になんかすごい端っこにしか置けなかったからね、それが原因です。ちょっと対策しないと。でも解像度上げるソフト使うとそうでもないかも。わざわざそんなことするやつおるそこまでして見たいかね。でもどうせしたからやからそんなにわからん気するけどな。まあ分かったとしても別に。女性が映ってたのは分かった。男がボイスチェンジャー使っているんじゃなくてよかったこれでね、スージーの中身男ってマジってなるよね。男やったらね。そんななんかどうせボイチェン使うならさ、もっとなんか萌え声っぽい声出すやろ。こんな中途半端な声出さんね。萌え声の民がどんだけの男子の心をつかむか知らんけどね。下からのアングルだったからドキッとした下からだったね。そうね。だってね、椅子に落ちたもん。椅子のちょうど足の横に落ちたからね。髪型ノーマルスージーちゃんでした。ノーマルスージーちゃんでしたよ。まあ若干いやまあスージーさんちょっと外に跳ねてたかもだけどね、髪の毛がその時はちょっとセットしないとね、髪の毛外に跳ねちゃうから。なんか右は内巻きなのに左が外巻きみたいな巻きじゃないけど外跳ねやねなっちゃうからね、ちょっとめんどくさいセットが。それが困る。そう、最近のスージーさんはもうなんか料理を作るのがめんどくさすぎて、なんか一時期料理頑張るぞって思っとったけど、なんかいや頑張らんでもええかって急に思ってきて、その結果飽きるまで味噌汁生活しようかなって思ってる。結局味噌汁ってさ、具だくさんにすればそれだけで満足やろ。だからもう味噌汁生活でいいかと思って、その時その時で気まぐれで具材を変えるっていう。でももうお味噌ってさ、すごい栄養が発酵食品だからね、栄養あるし、味噌汁っていいらしいからね、それでいいかと思って。ファンタジースターオンラインニュージェネシス11月1日にアップデートあったって流れてた。嘘。じゃあしないと。まあじゃあっていうのもおかしいけどね。SO2 リメイク買い切りだからいいかも。何ですか SO って。買い切りって言われてもそんな買うお金がないよ。500円ぐらいなら買ってもいいかもだけど、コンビニスイーツを我慢してるんだぞゲームなんて買えるわけないだろう。味噌汁にご飯ぶち込んで食べる。怒る人いるけど、スージーさん味噌汁にはぶち込まない派なんだよね。別に他の人がしててもいいけど、
なんかぶち込まない派っていうか、ぶち込まないでほしい派。怒りはしないけどね。猫まんま。猫まんまね。スージーさんは、まあ、別に美味しいと思うけど、別々にお皿によそう派やね。まあでもさ、ぶっちゃけ1個のお皿で済むから楽でいいよね。丼とかもそうやけど。トイボックスさんバンス、こんばんは。眠い。もう木曜日ともなるとさ、疲れが溜まってきてきついよね。明日頑張れば休み、明日頑張れば休みって思ってるけどさ、明日は早起きせないけんしさ、明後日は健康診断やしさ、しかも8時半やからさ、休みなのにそれなりの時間に起きないといけないっていうの悲しいよね。シチューはご飯にかけて食べる派、かけて食べない派。別々のお皿によそいます。うちの猫はキャットフードのみで泥棒しないいい子。急にどうしたスージーさん、なんかご飯にかけちゃうなみたいのないですね。健康診断、食事は21時までに。そうなんだよね。だからギリギリまでギリギリまでなんか食べてよっかなって思ってる。でもありがたいことに朝8時半から健康診断だからまだ助かる。なんか9時までに全部食べてしまってっていうか、9時以降食べないでくださいって書いてるのにさ、健康診断2時からやったことがあって、もうお腹空いて死にそうやったもんお腹空いた、早くなんか食べたいよっつって。バリウム飲まないです。まだそんな年じゃないですバリウム飲むよって言ったら、もう年齢がこれ何歳より上やな、ってなるやんあと5分急いで食べなきゃって食べすぎる。そんなね、そこまでなんか無理して食べることでもないのになみたいなね。でもなんか食べとかないとってなっちゃうよね。でもスージーはだいたいそういう時に限って意識してないから、今から何も食べちゃいけないって後で気づいてみたいな。もう食べちゃいけないじゃん、どうしよう、食べたい、我慢しようってなってるね。だいたい健康診断の前の日。でもね、もう最近マジでなんかその暴食じゃないとは思うんだけど、晩ご飯ちゃんと食べてお腹いっぱい満足ってなったのに、その後にねまたねお腹空いちゃう事件発生してるから本当に困る。まあ、別にそんなんじゃ太るよって言われたらもう全然太るのは問題ないですっていう感じなんやけど、太るのは別にいいんやけど、でもね、食べ物次から次に食べちゃうからね、ほんとお菓子をもう買うのをやめましたお菓子食べたくて仕方ないけど、抜きすぎると悪玉コレステロールが爆上がり。そうなんだ。でもなんかさ、8時間絶食、なんかご飯食べてから8時間空けて、でご飯食べて次16時間空けてみたいな、なんかそういうのがあって、なんかそうすると体の調子が良くなるみたいな聞いたことあるよ。バリウム飲んでぐるぐる回されるアトラクションしないのか。バリウム飲んで回されるん、なんか飲んでそのまんまじゃあちょっと見ますねじゃないの、ぐるぐる回るん。19歳以上33歳未満そうなん、33歳
33歳からバリウムな。そうか。結構思ったより早いんやね。なんかスージーさんのイメージではバリウムって40歳ぐらいからと思ってた、勝手に。40歳になったらバリウム飲むんかなと思ってたけど、違うんだ。ぐるんぐるん回る。そうなん。数字酔ってうえーってなっちゃうかもしらん。てかバリウムって飲めるもんな。なんかスージーさんさ、すぐおえってなっちゃうタイプだからさ、なんか飲んでブエーって出しちゃいそうで怖いんやけど。バリウム飲みたくないから健康診断5年以上行ってないかな。それで大丈夫な。マットさん番数。スーさんの年齢予想です。間違って食べても血糖値上がるくらいじゃない。 HDA1C の値が重要。そうなんだ。数字おそらく19歳以上から33歳未満かなーって感じやったんや。バリウム飲んで機械の上に乗って、そうなんか機械の上に乗るってか、スージーさんのイメージではバリウム飲んだら飲んでなんかレントゲンみたいな機械のとこにこう立たされて、でそれで見る中のさ、なんか内臓見られるんかなと思ってた。にゃこ先生バンス HbAC1。 そうなん、よくわからんけど。スージーさんは今回でも血液検査あるよね。スージーさん血液検査気分悪くなるからあんましたくないんだよね。サムネなんで判明。ちょっと不満そうな顔を選択した。不満そうな顔じゃなかった。早起きしないといけないのだるいなって顔してなかった。機械少し動いて検査の方が回ってくださいと指示される。そうなん。自分で回るの。まだ先の話ですから。というかさ、そうさ、自営業とかになったらさ、健康診断ってどうなる？宣伝いい？そうだよ。そうなんだ。自分で回ってぐるんぐるんなんだ。なるほど。なんかぐるんぐるん回るみたいな、あれだった。なんかとんでもねえ回らないといけないのかと思った。なんかこうセットされて、なんか上下左右にぐるぐる回されるんかと思った。頭が逆さまになる。そうなん？やだー。スージーさん、なんていうの、遊園地のアトラクションあんま乗れない民だからな。大丈夫かな。バリウム飲むとゲップ我慢してって言われます。そしてゲップ我慢して思いっきりえずいてゲップというかゲーってなってガスが胃から抜ける。へえ。スージーさん絶対ゲップ出ちゃうな。それ我慢してって言われても出しちゃうな。というか多分スージーさん普通にえずいてうえうえってずっと言ってそう。っていうかうえってなって飲めなさそう。無理無理無理、もう飲めませんってなりそう。なんかもうちょっとさ、どうにかならんの？そのバリウムとかいうやつがさ、もうちょっと改良してくれたってよくない？だってさ、健康診断受ける側もなんかそのなんていうの、立ち会う側っていうかさ、ね、そっち側も困るよね。終わった後はゲップばかりしてた。そんなゲップ出るん嫌やな。そんなの。国保の特定健診って市町村から来るはず。義務じゃないけど。そうなんだ。受けてくださいって。めんどくさいよね。嫌だよね。3、4回飲み直すバリウム。
うわ、嫌だな。そこで時間取るよね。バリウムと発泡剤、発泡させてどういうことになるん？下剤も下剤も飲まされるん？そんなことまでして何を見てるん？食事も制限されるって聞いた。食事はね、まあどっちにしろ9時以降は食べちゃいけないからね、健康診断受けるときってね。スージーさんでもそういう時に限ってアイス食べたいなとかなっちゃうよな。まあ買わんけど。代わりに胃カメラをやれば OK かも。胃カメラもさ、なんかさ、あれでしょ、口からとか入れるやつやろ。それも、おえってなっちゃう、絶対。絶対おえってなっちゃうよ。発泡剤で胃を膨らませます。だからゲップを我慢する必要があります。ゲップしちゃったらその胃がまたちっちゃくなっちゃうからダメってこと？バリウム全部飲んだ後に動くから飲む途中では動かない。おお、なるほど。下剤は大腸検査の時。へえ、どういうこと？その大腸を空っぽにするってこと？バリウム飲む時って絶食指示ある。あ、そうなん。じゃあその健康診断の食事制限とは別ってこと？鼻から入れる胃カメラもありますね。しこたまえずきましたが鼻から入れてもそうね、結局喉通るからえずくよね。嫌だ。なんかさ、そこもさ、もうちょっとどうにかなりませんかって感じじゃない？技術のさ向上とともになんかどうにかならんかな。もうさ、なんていうの、カプセルタイプのカメラみたいのできんのかね。飲んだらその映像が映りますみたいな。ちょっとドラえもんの道具みたいになってるけど、そういうのがそのうちできるやろ。2リットルの下剤時刻。2リットルも飲まないけんの？やばすぎん？そうじゃないと空っぽにならんのやろうね。でもそれってさ、健康診断丸1日かからん？それを休みの日にさせられるのも勘弁してほしいわ。てか健康診断って普通さ、会社の日にない？スージーさん、健康診断受けさせられた時、まあ派遣はしょうがないにしても、正社の時は普通に仕事抜けてとかで行ってたのに、今回休みの日にわざわざ行かないけんくてだるって思ったわ。まあでもそっか、人によってはバリウム飲んでやから、なんかバリウムとか飲んだら、なんてその後仕事なんてできねえよみたいなか上司の人が言ってたなと思ったら、まあ休みの日に受けるしかないんかと思うけど。体調カメラ大変ですね。やったことない。さすがにね。スーさんの健康診断の結果発表配信やりますか？そんなのを見て何が楽しいんですか？この数値はこれですとか言ってもさ、スージーさんは分かってないからね、自分自身は。これで再検査が出ました、うわーとか言ってでもロさん万世、健康診断はあさってです。スージーさん前回その前の会社に入る前の健康診断を受けた時になんか引っかかってて再検査受けてくださいっていうのを無視してたなんか引っかかってたか忘れたけど、多分血液検査だった気がする。病気の箇所を外部から検査しようとすると、あらかじめナノマシンを体内に注入しておくと可能かもしれません。なんかね、そのうち健康診断なんかさ、ある程度は家でできそうな気もするけどね。ある程度は家でできるようになりました。
うっかり名前が出たりして、顔バレの次は本名バレですか。やばすぎだろ。同じ病気で喜ぶ配信。これこれこうね。わあ、同じ同じ、俺もそこ悪いって。なんだよね。YGPT の値がやばいみたいです。つって。そんなん言ってもわかんないよ。肝臓ですか。肝臓なんでしょうか。よくわからないですね。無視してたけど、何が悪かったんだろう。健康診断、夜勤明けはやらない方がいい。結果が大変なことになってたら、そうな。まあでもそうよね。夜勤明けってさ、だって、もう健康に悪いそうだもん。夜勤明けの状態ってもうなんか不健康そのものって感じする。YGTP や酒の飲みすぎ？スージさんお酒飲まないからな。大丈夫すぎるやろ。それは。絶対心配せんでいいや。YGPT。スージーの数値でビンゴ大会。そんなビンゴ大会できるようなあれな。結果どういう風に出るかよく覚えてないけど。健康診断の結果気になるか、そんなに。まあスージーが不健康じゃないならみんな安心するかもやけどね。不健康なら不健康でおもろいかもやけど、おもろいけど笑ってられんよ、それスーさんやばいよとか なりそう。スージーもっと気にした方がいいよそこつって。あ、でも最近サプリ飲んでるから、サプリってどこだっけ？なんかどっかに影響出るよね。どっかが悪くなるみたいな言ってたな。ちょっとサプリ明日もう遅いけど明日やめとくか。今日飲んじゃったな。赤血球値が低かったんじゃない？どうだっけ？もうね提出しちゃったから今手元にないしね、わかんないけど、その時別になんか特に体調が悪かったとかはないけど、あ、でも健康診断で結果悪くても体調全然大丈夫ですけどみたいな人おるもんね、普通に。シュゼットさんおかえり。今日の晩ご飯何やった？スージーさんは今日ね、晩ご飯チヂミ焼いたんだ。しかも粉もチヂミの粉みたいのじゃなくって、なんか普通に米粉と片栗粉混ぜてみたいなとこから始まった。健康診断1週間前くらいから質素な食事をしてます。そんぐらいした方が良かったかな。やべえな、適当食べてたし、なんかね、2週間ぐらいでミックスナッツをね 500g ぐらいを平らげてしまったから、ちょっと大丈夫かな。ナスのなんかちょっと辛いやつ、なんやろ、麻婆ナスではないってこと？ナスの揚げ浸しとかも辛くしたりするよね。スージーさんもナス買った。夏野菜やからね、体冷やすからあんま良くないけど、ナスのお味噌汁とか好きなんよね。ナスのお味噌汁と麻婆ナスは食べれる。でも天ぷらとかは好きじゃない。天ぷらとか、あとなんやろ、でもナスの揚げ浸しは美味しかった気がするけど、よく覚えてないな。麻婆ナスかも。そう、ミンチのお肉入ってたら多分麻婆ナス。ナッツは体にいいナッツよ。ダジャレですか。でも体にいいことはいいよね。スージーもなんか多分この栄養が足りてないからミックスナッツ食べるかっつって食べたからね。ミックスナッツでも高いよね、やっぱ。木の実系は高いよね。でもね、でも大豆もなんか言うてあんまって感じやったしな。なんかね、大豆と
本当は大豆とピーナッツさえ取ればよかったんやけど、大豆なんかいった大豆が売ってなくてね、ミックスナッツにしようっていう謎の謎のあれで変更したんやけど、うちのナスももう限界、寒くて枯れそう。さすがにね、さすがにもうちょっときつくなってきたやろ、ナスには。ミックススージー、ミックススージーってなんだよ。脳みその形をしたナッツとか体にいいよ。何、脳みその形ってくるみとか、そういう感じ。くるみってでも苦いよね。スージーはカシューナッツが一番好き、今のところ。大丈夫？なんかめっちゃくるくるしてない？ YouTube くん。くるみですね、正解。ミックスナッツになんか入ってるやつと入ってないやつあるけど、ビッグコーンだっけ、なんだっけ、なんかあれも好き。あれはナッツじゃなくてトウモロコシやけど。ナス終わったらクロルピクリンで何燻製じゃないよ、なんだ、クロルピクリンとかよくわからんし。スージーさん何時間寝たい派？どうやろう。11、12、1、2、3、4、5、6、8時間かな。8時間がいい気がする。ジャイアントコーンか。で、ハグかけました。好きだけど二度と食べません。ジャイアントコーンって、まあ、硬いよね。じゃあ、小豆バー絶対食べれないよね。小豆バーはスージーも怖くて食べないもん。私は7時間。まあ、大体なんか7時間ぐらいがいいみたいな、あるよね。あるし、実際スージー8時間も寝ないからね。8時間寝たいけど、なかなかそうもいかない。もう配信大体楽しくていつもね、時間がオーバーしちゃうから10時に終わろうと思っていつも11時、12時になってる。最低5時間。数字5時間睡眠じゃもう死んじゃう。5時間睡眠は無理かな。ジャイアントコーンって歯かけるんだ。でもうちのお父さんなんだっけ、うちのお父さんもなんかで歯かけてたな。何かわからんけど。歯かけてるとしか思わんやったけど、なんか硬いとそうなるよね。そう、やっぱファミマのね、スイーツ見た流れでアイスもね、美味しそうなのがあって、うわー、アイス美味しそう、これ食べたいと思ったけど、スージン家の近くのファミマさ、コロナになったコロナが発症した日に行ったんよ。なんかその時まだコロナって分かってなかったけど、仕事速攻もう無理ってなって帰ってきて、フラフラの中、なんか食べ物を最低限買っとかんとやばい気がすると思って、まだ自分がコロナって分かってないけど、多分熱があるな、なんか体だるいなと思ってたから、それでドラッグストア寄って体温計買ったよ。その時にね、なんか熱がある気がしたから。でその後にコンビニでなんかちょっと買っちゃおうと思って、なんかジュースとか買った時に、本当はね、お目当てはそのアフタヌーンティーの紅茶のフラッペやったけど、それが置いてなくって悲しくてで、なんかアイスでも食べるかと思ってアイスのコーナー見たら全然なかったからね。ちょっとファミマ、多分うちの近くのファミマ品揃え悪いファミマやなと思って、
かちょっとそこが懸念点ですね。お金に余裕できた、臨時収入入った、おっしゃー、じゃあコンビニ行くかってコンビニ行ってもなんかなんもなさそうなファミマ。ジャイアントコーンで歯かけたっていうと、アイスのジャイアントコーンだと思われることあり。アイスのジャイアントコーンなんてあるっけ？あるか。アイスのジャイアントコーンでは歯かけないよね硬い要素ないもんね。たまにあるよね。品揃えの悪いコンビニ。悲しかった。アフタヌーンティーのフラッペ飲みたいと思ったのに。それだけのために行ったのに。同じ系列のコンビニでも品揃えに差があるよね。そうなんだよね。それが困る。どうしよう。なんかね、どうにかなりませんか。まあなんか場所によってあれをね、変えてるよね。でっかい、何ですか？なんて読むんですかそれは。なんて書いてるかわからない。なんだっけ、なんかオフィス街とかだとこれが置いてあってみたいなあるよね。住宅街だとこういう感じでみたいな。業数で安いアイスありそうですね。そうですね。ありそうな気はするけど、なんかアイス買うよりもなんか冷凍野菜とか、なんかあとなんだ、そんな感じで買ってたらいつの間にかパンパンになっちゃうからね。なかなかアイス買って帰ろうとはならないね。でもあんま一応ね、アイスのとこもいつも見てるけど、なんだろう、あんまりこれ食べたいなみたいのはないかな。やっぱコンビニかドラッグストアもね、アイスね、美味しそうなの置いてるんだけどね。でもそのドラッグストアがさ、スージーの会社から家に帰る途中にあるとこで、ちょっとなんか会社にその保冷バッグ持ってくの恥ずかしいからだからね、ちょっとかといってじゃあ休みの日にわざわざそこに行くかってなると、ちょっと会社にだいぶ近いとこにあるからだるいから行かないよね。坂をずっと登っていかないといけないから、そこまでしてアイス買うかって言ったら買わないよね。トウモロコシって読むのそれ？ラムあったらよかったのにね。なんか安いスーパーですよね。近くにないっていうか静岡にはなさそうな雰囲気。まあ一応なんかイオン系列のなんていうの、ディスカウントスーパーみたいな感じのが近くにあるけど、でも野菜が美味しくないからがマックスバリューになるとちょっとぐらい美味しい野菜になるのかなとか思いながらでもね、まあいいかっていう、もうだからあんま美味しくないから、まあそれならもう冷凍の野菜でもいいかってなって業数で野菜買ったりするよね。ほうれん草とかね、もうほうれん草とレンコンとか、あとかぼちゃとかパプリカとかね、業数で買っちゃうよね。イオン系列だとマイバスケットですかね。マイバスケット、どこでも今マイバッグじゃなくてマイバスケットってどういうこと？マイバスケットってカゴ、自分のカゴってこと？
ブラックモンブラン買ってない。ブラックモンブラン買いたいけどね、ちょっとまあお給料があれだったんでやめてますね。とりあえずほうれん草、冷凍ほうれん草とか便利ですよ。スージーさんあんまほうれん草好きじゃないけどね。やっと家に着いた。お疲れ様です。報告連絡相談そっちのほうれん草ね。社会人の基本な。エコバッグ、マイバスケット。マイバスケットという店名、関東だけか。マイバスケットっていう店名見たことないですね。4系列、マックスバリューとザビックしか知らないですね。ザビックはでも福岡には多分ないような気がする。初めて見たもん、こっち来て。いや、スージーが住んでない地方にはあったのかもしれないけど、何これーってなった。ご当地スーパーですかーつったら思いっきりイオンって書いてあって、あれみたいななんだこれってなったよね。ほんと初めて静岡に来た時はこれ何のお店だと思うみたいな、なんかそういうクイズができたよね。何これっつって楽しかったね。もう慣れた。でもね、なんか通勤してる時も買い物行く時もいまだになんかなんていうの、道は覚えたし、まあ慣れたっちゃ慣れたけど、なんかずっと違和感があるんだよね。なんか福岡にいた時にはなかった違和感がずっとある。なんか知ってる土地だけど知らない土地みたいなのがずっとあって、だからまだ馴染んでないのかなっていう感じはするね。どうなんだろう。なんかその大学とかでさ、一人暮らし始めた人とかさ、社会人になって一人暮らしでなんか県外またいで引っ越した人とかさ、県外またいではおかしいわ、県外に引っ越した人とかってさ、そういうのあるのかなっていう疑問がある。本当ずっと慣れてるはずだけど慣れてないみたいな変な感じするデジャブではないね。見慣れてるけど見慣れてないみたいな、よくわかんないんだけど、何も思わない時もあるけど、ふとした瞬間になんか知らない土地みたいなこう変な感覚があるんだよね。何かなーってずっと思ってる。これは何なんだろうって。なんかわかる。本当？ちょっとね、なかなか数字の語彙力ではうまく言い表せないんですけど、異界かも。そうなん、数字異界におった。東京に上京した時、東京にだいぶ違和感あった。そして今福島に帰ると逆に違和感がある。知らない土地みたいで。そうなん。でもスージーさん韓国に留学しとって、韓国に留学しててから帰ってきた時になんかもう日本に帰ってきたのに韓国にいる気分っていうか、なんか外国にいる気分あったわ。でも留学してたね、別のお友達、アメリカに留学してた友達も同じこと言ってた。なんか日本に帰ってきたはずなのになんか外国に来た気分って見たことないテレビなのになぜか展開を知ってる時あった。そんなことある？それはデジャブかもね。
スージーさんはそういうことはないな。なんか展開を知ってるじゃなくて、なんとなく予想がつくみたいのはあるけど、スージーの影分身が戻ってきたんじゃない？そういう感じなのかな？そういう感じなの？影分身が戻ってくるってどういう感覚なんだろうね。分身の術とは違うもんね。なんだろう、慣れるのかな、そのうち。慣れるのか、慣れる前に福岡に帰るのか、それともなんかまたなんていうの、新しいなんかお付き合いする人の関係で別の県に引っ越すのか、まあお付き合いしなくても別の県に引っ越すこともあるでしょうがね、どうなるのか数字って感じですね。ドッペルゲンガーとか生き量とかそういう感じなのね。一体どうなるのかって感じやけど、愛知県にジブリ園行ったことある？私はない。スージーもない。急にどうした？なんかあるみたいのは見たけど、なんか別に行っても行かなくてもどっちでもいいみたいな。愛知県には遊びに行ったことあるけど、なんとなくで水族館行ったよね。だから水族館の写真はまだね、スマホに残ってる、珍しく。スージーさん、スマホで写真撮ってもさ、だいたいなんだっけ、ツイッターとかに投稿したらもう消しちゃう派なんだけど、ナルトでは影分身が得た知識や光景を戻ってきた時に共有できる。あ、そういう感じなんだ。でもナルトが影分身使う時って別にさ、その他のやつが勉強してとかじゃないから、あんまじゃない、戦うだけじゃない、他のやつも。ジブリ、なんかジブリのなんか施設みたいなのなかった？水族館残ってるってことは何してたんだろう？どういうこと？水族館に行ったら魚見るぐらいしかないやろ。水族館魚見たりペンギン見たり、そんなだけやろ。それ行ったのがね、確か7月の初めあったけど、去年のね、去年よね、去年の7月ぐらい、7月の初めぐらいにまだ弁当屋さんで働いてた時に行ったけど、寒かったのを覚えてます。暑い時間帯と寒い時間帯があったのかわかんないんだけど、なんかね、水族館寒かったんよ。多分雨が降ってたんよな、その時。スージーさん雨女だから君たちはどう生きるか、なんかジブリのやつだっけ？ちょっとよくわかんないんですけど、かかしとのじゃんけん懐かしい。どんなんやったっけ？ナルトあんま覚えてないな。なんか干潮されてなかった？それはまた別の話。全然覚えてない。全然覚えてないし、スージーさんはナルトは多分サスケがイタチを倒したとこまでしか見てない。イタチが実はいい兄ちゃんやったっていう、昔の優しい兄ちゃんのまんまやったっていう、もうそこにうおーってなった記憶しかないね。もうサスケだけのためにみたいなとこあったね。もう泣けたよね。
珍獣？何珍獣って。マイトガイ。マイトガイってどれだっけ？ちょっと名前で顔がピンときてない、今。雨女、春女かと思ってました。スージーさんは雨女ですね。どちらかというと。なんか、グアムに遊びに行った時も雨降ったし、あとなんだろう。なんかコンサートに行く時も雨降ったし、結構雨降った記憶、まあ、降ってない日もあるから、ぶっちゃけそこまで雨女でもない気はしている。ナルトの話一生してたい。そんな好きなの？ナルトね。ナルト好きな人、リスナーさんにいたけど、もう最近来てないからね。なんとも言えない。ゲジマユ、マイトガイは先生の方だっけ？ロックリーが、弟子よね。弟子っていうか、グアムは台風の通り道ですね。あ、そうなんですね。スジさん、グアムね。イルカ見たり、あと何したっけ？基本ショッピングモールとかそんなんで、なんかあんまりグアムらしいことはしてないというか、本当にイルカ見ただけって感じだった。その他はね、ショッピングで、なんか友達の行きたいとこばっか行って感じだったね。先生の方、そうだよね。緑の全身タイツみたいなやつを着てさ、ってやつね。おかっぱ頭の。海外旅行いいな。海外旅行ね。もう筋はでももう行く気ないかも。もう国内でいいかなって感じ。だってまだ行ったことない県がいっぱいあるからね。レアな水着姿。水着はね、持っていかなかったね。別に海に入りたかったわけじゃないから。その時は9月か10月ぐらいに行って、別にグアムはいつでも海に入れるぐらいの気温だと思うんだけど、別に海に入りたいわけじゃなかったっていうかグアム行ったのに海入りたいわけじゃないってなんやねんって感じやけど、台風でホテルに缶詰になってた人いた。電柱も日本と違って太い。そうなん、電柱は全然見てなかったわ。そうやね。やっぱそうやね。緑の全身タイツのおかっぱの男の人よね。どこの県行きたい？観光地で女性におすすめされてるのは、なんか石川県とか女性の旅におすすめですって言われてるから一回行ってみたいけど、ちょっと交通の便がすごく不便なイメージがあって、だからね、せっかく福岡よりは近場に来たけど、なんか行きづらそうな感じあるから、そこなんだよね。なんか新幹線ぐらいでさって行けるところがいいんだけど。ボタン鍋3番ス、こんばんは。東京に屈指の秘境がある。そうなん。スージーさんあんま秘境とか興味ないかも。基本的に美味しいものが食べたいっていうぐらい。アトラクションも気になるけど、なんかそれなりの建物見てご飯食べて満足みたいな栃木県の那須の混浴露天風呂。スージーさん、誰でも入れるお風呂苦手なんでちょっとお風呂以外でお願いします。
石川県北陸新幹線で行ける？静岡からだとなんだそれ、なんて読むの？米原で在来線に乗り換え北上。在来線に乗り換えってことは時間かかりますね。知らんけど。静岡自体もちょっと交通の便があまりよろしくなくて、飛行機もあんま飛んでないしね。仙台って牛タン食べたい。いいね。仙台牛タンとずんだ餅と、あと何があるか知らんけど、でもなんか一生に一度のお願いとか、なんていう、一生のお願いが叶う神社があるって聞いたことあるよ。だから一個しか叶わないけど、もう絶対叶えたいみたいなやつをもう言うやん、みんなよく。お願いお願い、一生のお願いってその一生のお願いが一回だけ叶う、なんかめっちゃすごい神社があるらしいよ、仙台って。確か米原って読むの？仙台ね。なんて読むんですかそれ？仙台ですなって。そうですよな。スージーさんは弁財天さんがおるとこがいい。弁財天さんおるのどこやったっけ？森の都。もう金運アップの神社しか興味ない今。金運アップの神社行きたい。あ、でも言ってね、そのスージーさんが結局行かんでお守りネットで買った木の宮神社も弁財天のなんかあるみたいな書いてあったけど、今はもう金運よ。まあ縁結びもさ、言うてなんだっけ、その別に恋愛だけにあれする感じじゃないじゃん。縁結びってなんか人と人との縁を結ぶから、なんか友達としての縁結ぶとか、まあそういうのもあるから、縁結びの神様もありっちゃありやけど、とりあえずお金があればしたいこと何でもできるからお金欲しいって感じやろ。マドさんバンス。仙台牛タン長茄子漬け、日本三景松島七夕祭り。まあまああるね。まあまああるけど、なんか時期が限られるものはなんていうの、あんまり狙っていけないから、時期関係ないものがいいですね。北陸新幹線だと遠回りだから東海道新幹線。来年福井のなんて読むの、圧がまで延伸するから、そこまで行けば加賀温泉駅や金沢まで来れると思う。でもなんて読むの、ノートもういい温泉ある。温泉進めないで温泉は進めないで。スージーさん温泉入れないから。個室の温泉、なんか温泉付きの個室みたいのだったらいいけど、誰でも入ってこれる温泉入れないから。木の宮神社にプル活で来ている人が結構いました。カップルね。縁結び最強みたいなさ神社にさ、カップルで来る意味ある？もう縁結ばってるやん。意味なくないそれあれかな、神社にお参りしたおかげで私たちカップルになれました、ありがとうございましたっていう、なんかお礼のお参りに来たのかな。確かにそうでしょう。お礼かもしんない。私たち幸せになりました、ありがとうございますっつって、まあそんなことしに来るやつおるか知らんけどな。
お守りって人からもらった方がなんか効力が高くなるみたいな、その人の思いが乗るからみたいの聞いたことあるけどね。スージーさん、縁結びのお守り今までに2回もらってますけど、人から。友達と会社の先輩からもらってますけど、効果あったなと思ったことないですね。しかも2個とも出雲大社のお守り出雲大社の縁結びのお守りなのに。家族連れも多かった。ただ人が多かっただけだわ。そうやな。そろそろ歯磨き、もうそんな時間。9時41分やね。じゃああと20分ぐらいで配信終わるか。長ナス漬けはナス長い。まあ長ナスやからそうやろな。それでなんか短いナス出てこられてもなんとも言えん気持ちになるわ。長いっていう感じ必要だったってなるやろ。そういえばスージーさん、最近なんか明け方っていうの、なんか6時にいつも起きないといけないんだけど、その1時間前とか2時間前とか3時間前ぐらいにトイレに2、3回、3は言い過ぎか、2回ぐらい起きちゃって、なんかすごい時間もったいなーって思う今日この頃って感じで、なんかそれも影響してるのかわかんないけど、眠りが浅くなっちゃうのかな、それでかなんかで。最近ね、夢をよく覚えてんだよね。だいたいさ、夢なんて覚えてねえよってタイプだったんだけど、覚えてる夢はだいたいなんかすごい怖い夢で途中で起きちゃったとか、そういう夢ばっかりなんだけど、最近なんか全然関係なくても覚えてますね。わかる？本当？どっちがわかる？夢を覚えてる？それともトイレ起きる？ね。でも覚えてるじゃん。今日こんな夢見てたって覚えてるけど、最近の数字さんマジで記憶力がゴミだからなんか知らんけど記憶力ゴミだからね。話そうと思ったら思い出せないことあるでも久々になんか妹とかの顔見た記憶そう、妹とか中学校の時の友達とかが出演してきた夢見ましたね。頻尿、そうなのかな。夢、そうですよね。夢の世界を覚えている異世界なのではと思うほどにそういう感じ。寝てる最中に金縛り、そんな話してないんですけど、金縛り寝てる最中にはなったことないんですけどね。昨日1時間おきに起きて寝た気しなかったわ。スージーもそんな時あったよ。いつだっけ。なんかね、でもすごい仕事でストレスが溜まってた時だったと思う。で、1時間おきに起きるし、ずっとね、なんか歯が抜ける夢見てた、その時。マジで一時期なんか歯がポロ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 ずっと抜け続ける夢見てたね。なんか口の中なんか違和感、うわ歯が出てきたみたいな、そんな夢をずっと見てて、で夢占いをね調べたらストレスって出てた夢診断、歯が抜ける夢忘れた。ストレスらしいよ。怖いよね。そんな夢も怖いし、寝れないしみたいな、余計ストレスっていうね。夢を覚えてる時、覚醒時すごくストレスを感じるそうです。あ、そうなの？でもスージーさん最近元彼さんとデートしてる夢見たよそれはそれで幸せでしたけどね、スージーさん的には。うわ、すごい、夢に元彼さん出てくることあるんだと思って。大体なんか
あんまりこういう夢見たいなと思っても大体見れないじゃん。幸せな夢ってあんま見れないじゃん。なんやこれみたいな夢ばっか見らんからびっくりした。そう、元カルさんがね、最近夢で2回も出てきたんすよ。だからみたいな、これは数字なんかもしかしたら思い通りの夢が見れる日来るんじゃねと思ってる。ストレスだらけ。まあストレス社会に生きてますからね。なかなかストレスフリーですみたいなやつおらんやろからな。ただ私は全く覚えてないんです。まあそっちの方がいいんじゃないですか。夢って夢を覚えてるって、だって眠りが浅くてちゃんと寝れてないみたいな、そういう感じじゃないの。元から出てきてお久しぶりで声かけたとかじゃないよ。もう普通にデートしてただけですね。覚えてるのがそこからだから、その前とか後とかわかんねえんだよな。引きずってますな。そうですね。まあ引きずってるも何も新しい相手がおらんからね、デートするとしたらまあそうなっちゃうよねっていう感じではある。まあでもね、だいぶなんて言うんですか、ちょっと日本語が出てこないんですけどだいぶマシになったよ。引きずってるとは言っても。だからとデート楽しかったん。そりゃ楽しいやろ。楽しくなかったら別に、まあ楽しくないこともあるかもしれんけどまあとりあえず楽しかったですね。その夢は。妹が出てきた夢も別に楽しかったと思う。普通に。久々に夢の中で会いましたからね。で、一番下の妹なんかさ、実家出て京都に住んでるからね、今。まあそっちはそっちで心配ではありますよね。親元を離れてるんで。しかもなんかそっちもお金ないとか言ってるから心配です。未練って言うんですかね。なんでしょうね。よくわかんないんですけど。まあとりあえずだいぶ引きずってないっていう感じです。結構長かったですけどね。なんかもうなんて言ったらいいんだろう。まだ引きずってはいますけれども、だいぶマシになったって感じですねだいぶマシになりましたと。まあなるようになるからいっかって感じでとりあえず放置してます。なんか表に出さないじゃないけど、まあ別に流れに身を任せるというか、自分から何かアクションを起こすことはとりあえずしないどこって思ってるけどね。だからもう暇さえあれば配信ってなってるまあさすがに疲れてる日とかは普通にずっと YouTube 見てたりするけど、まあそういう感じよね。まあ配信してたらとりあえず配信のことしか考えなくていいから、その会社のストレスとかも思い出さなくて済むし、なんか明日がどうのこうのみたいなのも思い出さなくて済むし、ね、一番いいですね。
でもいつも配信何にするか迷っちゃうんですけどね。ノーマルスージーちゃんとアナザースタイルスージーちゃんどっちがいい？別にどっちでもいいんじゃない？どっちがどっちとかないからね。スチームのフリーゲームってない？あるんじゃない？あるよ確か。でもなんかあんま面白そうなのがないから基本なし。まあでもそのうちあれだから多分来年の1月ぐらいにパルワールドっていう数字がなんかでなんかの配信でポケモンみたいなってずっと言ってたやつが多分出てくるはず。それがフリーゲームではあると思うけど、まあスチームじゃなくてもね、もう3個ぐらい予約っていうかあれしてますから、それがさっさと出てくることを祈っておくのみですね。世の男どもスーさん放っておくなんてなんかもったいないですな。付き合ったら面白そうなのにどうやろうね。面白いんかな。本人は分からんよね。結局付き合ってみた感想お願いしますって聞かんとスージーさんと付き合ってみた感想をどうぞっつってで次彼氏できたら聞いてみる。スージーさんと付き合うってどういう感じですかってでそれを配信で言うわ。こういう感じらしいですってスージーさんと付き合ったらなんかこういう感じらしいですねって感想何？感想つながりでね。どうやろうね。なんて言われるんやろう。よくわからんけど。スージーさん、どうやろうね。わからないわ。自分では。あとは全国1億2000万人が絶望してるあなたに集会雑談。そんなに絶望してねえよ。あなたに集会雑談絶望してるの極寒バナナさんだけやないん実は。知らんけど。集会したくないんだもん。集会するくらいなら別のゲームしたいしな。まあ、そのうちだんだんやらなくなりそうな気配はある。なんか2億4000万の目って1億2000万人だからね。目が2個あるからね。穴電がさ、なんていうの、そもそもなんかその1章2章は良かったんだけど、なんかさ寄り道激しくて飽きてきたんだよね。なんていうの、そのエデンを助けるとこだけにずっと行ってくれたらよかったんだけど、途中でなんか全然関係ないやつ助けるのに一生丸々使ったりしてくるやん。だからそれがちょっと数字さん的にだるく感じている今日この頃なんかそれがヘブ版との違いかなって思うんだけど、ヘブ版はさ、もうキャンサーを倒すっていうそこがそもそもの目的で一個大きいのがあって、でそこに向かってずっと行ってるし、登場人物が、まあ、基本的に6人と、まあ、あと司令官とナナミが、まあ、よく出てくるかなぐらいで、まあ、基本はでも6人のそのお話なわけだから、そのなんか誰かしらに感情移入できるんだけど、アナデンはなんかいろんな人が出てきすぎて
かもうなんかめちゃくちゃやなみたいなしっちゃかめっちゃかやなって思ってる。明日から久めっちのイベント始まります。なんか生放送やってましたよね。見てないけど。久めっちはあれですか、また声優さん変わった、なんか声優さんが変わるとかなんとか言ってたけど、新しい声優さんで久めっちなんかな。すーじーちゃん普段は〇〇なのにいつもと違うよねとかあった？どういうこと？何の話？何の話だ？アナザーエデンのキャラクタークエスト大変。めんどくさいね、あれは。まあ、それを言うてしまったらヘブ版の交流もめんどくさいなってスージーの中では思ってるけど。なんか、スージーさん基本メインクエストっていうか、メインのストーリーしか興味ないから、なんか、どっちもヘブ版もアナでも両方に共通しているんだけど、なんか、なんていうの、イベントストーリーとか、なんかサイドストーリーじゃないけど、外伝とか、外典とか、なんか、そこいらないんだよなーと思っちゃう。まあ確かにスージーさんもなんか主役じゃない、アニメとかだと主役じゃないキャラクターのアナザーストーリーじゃないけど、サイドストーリーみたいの好きなんだけど、なんかあんまりありすぎるとだるいなってなっちゃうし、なんか全部のキャラのをやろうとしてきたらちょっと困るなみたいな、なんていうのかな、他のアニメとかってさ、まあやったとしてもなんかそのストーリーの中でなんか主役と絡みが濃かった人、まあ1人とか2人とかそんぐらいじゃん。だから多すぎてなんかちょっともういいよ、お腹いっぱいだよってなっちゃう、スージーさんの中で。新久めっち、新久めっちかな。まあするかどうか決めてないけど、メインクエストが気になって仕方ないからさ。長く続くとどんなゲームも道をそれがちかもしれませんね。そうですね。なんか無理やり続けてる感ありますよね。まあ漫画とかもそうなんですけどね。なんか無理やり長引かせてもうなんかぐちゃぐちゃになっていくっていう。もうそれくらいだったら途中で終わっとけばよかったのにっていうよくあるやつね。RPG は特にさストーリーがあるから、そのストーリーのさ、そのスタートとゴールを最初に決めてそれでなんかしていかないとあれだからさ、なんか無理やり長引かせるとかやめてほしいんだよね。とある魔術ととある科学みたいな。まあ確かにサイドストーリー感はあったよね、とある科学が。でもそういう感じでいいと思いますけどね。アナデンはキャラクエもやけど、外伝とか外典とかも結構スージーさんはもうどうでもいいって言ったら言い方あれだけど、もうしてもしなくてもいいかなと思っている。まあアナデンは最近なんだっけ、外伝かなんか始めちゃったけどね。そろそろ寝る。はい、おやすみなさい。おやすじ。ドラゴンボールは伸ばしがすごかった。そうなんや。まあ確かに、スージーさんドラゴンボール見たことは確かあるんだけど、あんまり記憶がないけど、ね、こう強くなっていく過程がいっぱいあって感じでしょ。強くなって、まあ、強敵現れて、強くなって、強敵現れて、
強くなって強敵現れてがずっと続いていくんやろ。少年漫画ってそういうとこあるよね。ハルド周り、主人公周りのクエストやるみたいな。まあそうね。ハルド周りももうやるかやらないかわかんないですな。同じ5時起きなんだからほどほどにね。そうね。あ、もう10時やん。いや、終わるよ、10時だからプツンと終わっちゃいます。じゃないと明日起きれないし、起きれないと思われるので。ということで皆様、短い時間なのかな、どんくらい今1時間半ぐらい、107分前にライブ開始。歌ま1時間半ちょいぐらい。お付き合いいただきありがとうございました。ということで、おやすじー。